ローカライゼーション。ユニティでゲームを作っていてこんな悩みありませんか？英語対応が必要になったけどハードコーディングで地獄。Excel で翻訳管理してるけど更新がめちゃくちゃ大変。日本語、英語、中国語と対応したいけどテキスト切り替えがバグだらけ。これはユニティ公式のローカライゼーション。パッケージを使えば一気に解決します。今日はユニティローカライゼーションを完全解説します。結論から言うと、ローカライゼーションを使えば複数言語の切り替えがワンクリック。 Google スプレッドシートや CSV と連携できる。アプリを再ビルドせずに翻訳を追加可能。運用コストが大幅に下がるので海外展開や長期運用ゲームでは必須の機能です。インストール方法。 Windows パッケージマネージャーを選択。 Unity レジストリを選択。ローカライゼーションを入力します。ローカライゼーションをインストールします。ローカライゼーションフォルダーを作成します。クリエイト、ローカライゼーション。ローカライゼーション、セッティングスを選択。ローカライゼーションフォルダーにセーブします。アッドロカールを選択。イングリッシュを選択。JAP を入力します。ジャパニーズを選択。CHI を入力します。チャイニーズを選択します。アッドロカールを選択します。ローカライゼーションフォルダーにセーブします。テキストの設定方法。テキストメッシュを作成する。テストを入力。リセットします。テキスト領域を広げます。ローカライズをクリックします。クリエイトテーブルコレクションを選択します。テーブル名を設定します。クリエイトを押します。ローカライゼーションフォルダーにセーブします。ニュー、エントリーを押します。テキストのキーを決めます。キーに対する日本語を入力します。キーに対する英語を入力します。ストリング、リファレンスを選択する。テーブルを選択する。Windows、アセット、マネージメント、ローカライゼーション、シーン、コントロールズを選択します。イングリッシュを選択します。英語に変わるのを確認できました。インスペクターで言語切り替え、即反映。簡単に多言語を切り替えて確認することができます。画像の設定方法。イメージを作成します。領域を広げます。位置を調整します。ローカライズをクリックします。クリエイトテーブルコレクションを選択します。アセットテーブルコレクションを選択します。テーブル名を設定します。クリエイトを押します。ローカライゼーションフォルダーにセーブします。
語に切り替えます。翻訳方法。オープンインテーブルエディターを選択します。エクスポート CSV を選択します。デスクトップに保存します。チャット GPT で翻訳してもらいます。翻訳してもらったものをテキストにコピーします。無料でも CSV に吐き出してもらえますが、回数制限があります。ファイルを保存します。オープンインテーブルエディターを選択します。インポート CSV を選択します。ファイルを選択します。インポートされたのを確認できます。フォントを切り替えるようにコンポーネントを作成します。ローカライズエクステンションを選択します。クリエイトテーブルコレクションを選択します。アセットテーブルコレクションを選択します。テーブル名を設定します。クリエイトを押します。ローカライゼーションフォルダーにセーブします。テーブルコレクションを選択します。あとテーブルエントリーを選択します。日本語のフォントを設定します。英語のフォントを設定します。中国語のフォントを設定します。エントリーネームを設定します。オープンインテーブルエディターを選択します。登録されてるのを確認できます。英語を選択します。中国語を選択します。日本語を選択します。ボタンで切り替え。英語にします。中国語にします。日本語にします。切り替える関数を